今日はらっきょうの塩漬けを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。今日はらっきょうの塩漬けを作りたいと思います。はい、ということで今回はですね、今が旬のお野菜らっきょうを使ったらっきょう漬けを作っていきます。下処理の方法などもいろいろご紹介していきたいと思います。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。らっきょう、粗塩、お水、唐辛子、昆布。今回はこちらの材料で作っていきます。まずらっきょうなんですが、今回この後下処理していくんですけれども、下処理が終わった状態で 500g ほど使っていきます。そして今回はこちら瀬戸の本塩という粗塩を使っていきます。こちら国産原料 100% の粗塩になります。お漬物をするときは基本的に粗塩を使うのがおすすめなんですが、この瀬戸の本塩はさらににがりを含んだ粗塩なのでまろやかな味わいに仕上がります。目印としてはね、スーパーに行くとこのようなマークがついてる塩が売ってると思いますので、ぜひねチェックしてみてください。粗塩はですね、このようにしっとりしているんですが、表面がボコボコしているので食材に入り込みやすくなります。なのでお漬物をするときはね、ぜひ粗塩を使って作ってみてください。ということで早速こちらの材料で作っていきます。それでは作っていきます。まずはじめにですね、こちらの瓶を煮沸消毒していきます。今回私は 750ml の密封できる瓶を使っていきます。今回漬物でね、長時間漬けていくので、必ず瓶は消毒してから使うようにしてください。この瓶はね、この蓋の部分と本体が外せるので、まず外します。いろんな瓶があると思うので、あるもので作ってみてください。ではこちらのね、消毒の方法も簡単にご紹介していきます。まず大きめの鍋を用意して、底の部分にね、清潔な布巾を1枚敷いてください。そのままね、瓶を入れてしまうとカタカタカタとね、沸騰した時に音がするので、こういったね、布巾を1枚挟んでおいてください。そうしましたらここに瓶を入れます。瓶がね、だいたい浸かるぐらいの大きさにしてください。そして蓋も入れます。このように入れたら、ここにお水を注いでください。で、必ずですね、水を入れるようにしてください。このようにね、瓶が浸かるぐらいまでお水を入れてください。そしたら火にかけます。火加減中火です。まずこのまま沸騰させましょう。はい、今ねちょっと沸騰直前で、この鍋肌のところに気泡がついてきました。そしたらね、こういった金具の部分も入れていきます。よいしょ。この時ね、やけどしないように注意してください。煮沸の方法もね、いろいろあるので、お使いの容器に合わせた消毒方法でやってみてください。はい、このようにね、くつくつ沸騰してきました。そしたらここから5分煮沸消毒していきます。ちょっとね、鍋の高さが足りなくて少し瓶が出てるので、やけどしないようにトングでね、こうやって時折回しながらね、消毒してみてください。ではこのまま5分煮沸消毒していきます。はい、5分経ちました。そしたら火を止めます。そしてやけどしないようにね、取り出してください。こういったね、バットなどに取り出していただくといいかなと思います。本当にね、すごく熱いので、やけどだけには十分に注意してください。トングで持つ時もですね、しっかり掴んで取り出してください。で、特にね、この瓶を持ち上げる時も、トングの持ち手からお湯が伝ってくる時がありますので、注意してください。はい、消毒が終わりました。そしたらね、このまま乾燥させます。乾燥させるときは表面にね、ホコリがかぶらないように、上にね、キッチンペーパーなどをかぶせて置いておいてください。そしたらですね、続いて使うお水を沸騰させます。小鍋にお水を入れます。そして火にかけます。火加減は中火から強火です。このままお水を沸騰させてください。はい、沸騰しました。沸騰したらですね、このままあと30秒加熱していきます。お水はね、必ずきちんと沸騰させてから使うようにしてください。そうしないとね、日持ちが悪くなったり、あとはらっきょうが傷む原因になりますので、必ずしっかりと沸騰させてください。はい、30秒経ちました。火を止めます。で、火を止めたらですね、このまましっかりとお湯を冷ましてください。それでは
続いてらっきょうの下処理をしていきます。今ですね、まだ土がたくさんついている状態なので、最初にこの土を軽く洗い流します。それでは水洗いしていきます。まずお水を出します。そしてまずお水を溜めてください。で、このように土を落としていきます。何回かね、水を入れ替えてください。あとはですね、このようにくっついているものは一つずつね、このように取り外してください。はい、OK です。もう一度水を捨てます。そして再度水洗いしてください。はい、OK です。この段階でね、まだ薄皮がついてたりしてても大丈夫です。土が落ちるぐらいまで洗えば大丈夫です。はい、でざるにあけましょう。1回目の水洗いはこれで OK です。それではですね、続いて土を落としたこのらっきょうの根元部分と、あとは先端の部分を切り落としていきます。根元部分はギリギリのところを切り落としてください。そして先端も切り落とします。先端の部分はね、ちょっと硬いので、あんまり残しすぎると食べた時に口に残ってしまいます。ただ取りすぎてもちょっともったいないので、物にもよるんですが、だいたい1センチ前後ね、切っていただくといいかなと思います。はい、こんな感じです。この時ね、薄皮が取れたりするんですが、この後もう一度しっかりと洗っていくので、この段階で薄皮をきちんと取らなくても大丈夫です。それでは残りも同じようにこの根元部分と、あとは先端部分を切り落としていきます。はい、全部ね、根元と先端を切り終わりました。まだね、このように薄皮なども残ってるので、もう一度しっかり水洗いしていきます。ではね、水洗いします。まず1回目をね、しっかりめに水洗いします。ちょっと揉み込むイメージで洗ってください。そうするとね、このように薄皮がね、簡単に取れてきます。そしたら水を捨てます。水を捨てたら今度はね、一つずつ洗っていきます。そうしないとね、土が残ってたり、あとは薄皮が残ってたりしてしまいますので、ちょっとね、手間ではあるんですが、流水に当てながらね、洗ってください。はい、こんな感じです。洗い終わったらね、このようにザルで水を切ってください。あとですね、この時にずっと水につけておくとらっきょうの食感が悪くなるので、必ず水を切って、そして一つずつ洗ってください。ではね、残りも洗っていきます。はい、すべて洗い終わりました。このように綺麗に洗って、あとは薄皮もきちんと取り除いてください。そうしましたら、このらっきょうは一度しっかり乾かしてください。乾かす前にですね、ペーパーでね、水分を拭き取ります。この時らっきょうを傷つけないように注意してください。そしてこのまましっかりとね、らっきょうを乾かしてください。時期にもよりますが、だいたい1時間から2時間ほどね、乾かしてみてください。それではね、今乾かしている間に昆布を切っていきます。昆布はだいたい1センチ幅ぐらいで切っていきます。はい、昆布はこれで OK です。続いて唐辛子です。唐辛子はね、今回半分にして使っていきます。キッチンバサミで半分に切って、そして種を取り除いてください。はい、唐辛子はこれで OK です。はい、らっきょうがしっかり乾きました。このようにね、きちんと乾かしてください。そしたらですね、ボウルの中にらっきょうを入れます。はい、入れました。そしてここに粗塩を入れます。そしてらっきょうを全体になじませてください。先ほども言ったんですが、粗塩はね、表面がボコボコしてるので、食材の中にね、非常に入り込みやすくなります。この瀬戸の本塩はね、にがりが入ってるので、まろやかな状態に仕上がります。はい、 OK です。このようにしっかりまぶしてください。そうしましたら、煮沸消毒した瓶を用意してください。まずここに昆布を入れてください。そしてこの中にらっきょうを入れます。ボウルに余った塩もね、中に入れてください。ゴムベラなどで取っていただくといいかなと思います。そしてここに冷ましたお水を入れます。はい、 OK です。このように入れてください。そしたら蓋をしてください。そ
れではですね、日の当たらない涼しい冷暗所で10日間漬け込んでいきます。もしね、日の当たらない涼しい冷暗所がない場合は冷蔵庫で漬け込んでください。その分ね、少し発酵が遅れるので漬け込み時間はちょっと長めにしていただくといいかなと思います。様子を見ながらね、漬け込んでみてください。途中でですね、ガスが溜まってくるので 2,3 日おきにこのように蓋を開けて、そしてガス抜きをしてください。はい、それではこのまま10日間しっかりと漬け込んでいきます。はい、今ちょうど3日経ちました。今ね、少しガスが溜まってる状態なので口を開けてガス抜きします。今ね、ちょっとガスが抜ける音がしたんですが、こんな感じでちょっとガス抜きしてください。このようにね、ブクブクと泡が出てるんですが、少し表面の泡が落ち着いたら軽くね、混ぜてください。そしたらまた蓋をして、そしてこのまま涼しい場所でまた漬け込み続けてください。これをですね、 2,3 日おきぐらいにやって、そしてトータル10日間ほど漬け込んでください。はい、10日間経ちました。蓋を開けます。はい、塩漬けはこのように仕上がってます。こちらの塩漬けなんですが、このまま食べるとすごくしょっぱいので、必ず塩抜きしてから食べるようにしてください。なのでね、塩抜きの方法も今からご紹介していきます。それではですね、塩抜きの方法をご紹介していきます。まず食べる分だけのらっきょうを取ってください。残りはですね、冷蔵庫で保存するようにしましょう。そしたらボウルを用意します。ここにまずお水を 500ml ほど加えてください。ここに小さじ1杯の粗塩を加えていきます。こちらもですね、瀬戸の本塩を使っていきます。では入れます。そしてよく混ぜて薄い塩水を作ってください。はい、 OK です。この中に塩らっきょうを入れます。そしてこのように浸して、このまま冷蔵庫で5時間から6時間ほど置いて塩抜きしていきます。はい、今ね、6時間経ちました。1個味見していただいて、程よい塩加減になってれば OK です。あとは水を切って、その後水分を拭き取ってから召し上がってください。これで完成です。はい、これでらっきょうの塩漬けの完成です。こんな感じに仕上がりました。らっきょうもすごくシャキシャキです。それでは早速いただきたいと思います。いただきます。らっきょうがシャキシャキですごく美味しいです。そしてこの味付けなんですが、塩辛さがなくてとてもまろやかな仕上がりになってます。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のらっきょうの塩漬けのポイントです。まずね、このらっきょう漬けを作るときは必ず保存する容器は煮沸消毒するようにしてください。そうすることで日持ちが良くなります。今回ご紹介した煮沸消毒を参考にやってみてください。らっきょう漬けのポイントなんですけれども、こういったね、お漬物をするときは粗塩がおすすめです。さらにですね、今回私が使ってる瀬戸の本塩という粗塩はですね、にがりが入っているので味わいがとてもまろやかに仕上がります。なのでこういったね、塩辛くなりやすい塩漬けでもね、とても食べやすいマイルドな味わいになります。塩の種類でも味わいが変わってくるので、ぜひね、瀬戸の本塩を使って作ってみてください。そして今回はらっきょうの下処理もご紹介しました。まずはじめにですね、一度さっと水洗いしてください。株状になってるものに関しましては一つずつね、取り外してください。そしてさっと水洗いしたら先端を切ってください。先端の部分に関しましては1センチから 1.5 センチぐらいでいいかなと思います。もったいないからといってあんまり残しすぎると食べた時に筋が口に残りやすいので、残しすぎも注意していただけたらと思います。そして両先端切り終わったらもう一度しっかり洗って、さらに薄皮も取り除くようにしてください。一度しっかりめに洗うとね、ほとんど薄皮が取れてくると思うんですが、最後は土が残らないように1個ずつね、しっかり洗うようにしてください。ただこの時に洗ってないらっきょうをそのまま水につけておくとらっきょうの食感が悪くなるので、洗ってないものに関しましては一度ね、さっと薄皮を取ったら水を切って置いといてください。そして順番に流水に当てながらきれいに洗ってください。そしてきれいに洗い終わったら水分を拭き取って、その後はしっかりらっきょうを乾燥させてください。ここで水分が残ってると日持ちしない原因になりますので、しっかり乾くまでね、置いといてください。そしてしっかり乾いたら全体に粗塩を揉み込んでください。
この粗塩はですね、表面がボコボコしてるので食材の中に入り込みやすくなります。あとはですね、瓶の中に詰めて残った粗塩も加えて、そしてお水を注ぎ入れて漬け込んでください。このお水に関しましては必ずしっかり沸騰させて、その後冷ましてから使うようにしてください。漬け込む時はですね、涼しい冷暗所などで漬け込むようにしてください。これからの時期ね、すごく暑くなるので、もし冷暗所みたいなところがない場合は冷蔵庫で漬けるようにしてください。ただですね、冷蔵庫で漬けると発酵速度が遅くなりますので、漬け込む日数は少しね、長めにとっていただくといいかなと思います。そして漬け込んでる最中なんですが、だんだんね、ガスが溜まってくるので 2,3 日おきに蓋を開けてガス抜きしてください。そして漬け込んだ後はですね、だいたい10日間ほどで美味しく召し上がっていただけます。そして10日間経って食べれるようになってからは冷蔵庫で保管するようにしてください。食べる時に関しましては、薄い塩水につけて塩抜きしてから食べるようにしてください。材料が手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はらっきょうの塩漬けを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんいろんな動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますので、ぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。